Hi, how are you? こんにちは、みずきです。皆さんお元気ですか？はい、ありがとうございます。私は今日も元気です。はい、今日もね、寒いので暖房をつけております。はい、もし暖房の音がうるさかったらすいません、許してください。はい、ということで、もうクリスマスも終わってしまいましたね。あっという間でしたね。はい、今年のクリスマスは皆さんどうでしたか？何を食べて、どんなことをしてクリスマスを過ごしましたか？よかったら今年の皆さんのクリスマスの思い出をコメントで教えてください。はい、そしてですね、クリスマスの動画の時に話したかったんですけど、クリスマスで日本で有名な曲の一つに慌てんぼうのサンタクロースっていう曲があります。はい、皆さんはこの曲知っていますでしょうか？はい、こんな感じですね。慌てんぼうのサンタクロース、クリスマス前にやってきた。急いでリンリンリン、急いでリンリンリン、鳴らしておくれよ鐘を。リンリンリン、リンリンリン、リンリンリンっていう曲があります。はい。ですね、私、めっちゃ音痴で歌すっごい下手なのに歌っちゃいました。はい。なので、歌得意じゃないので、今めっちゃ顔赤くなってるんですけど、見えますか？はい。はい。下手な歌を流してすいませんでした。はい。どうしてこの曲を紹介したかったかと言いますと、リンリンリンっていうね、歌詞があったじゃないですか。で、この慌てんぼうのサンタクロースっていう歌ですね、1、2、3、4、5、5番ぐらいまで歌詞があるんですよ。で、この5番、全部ですね、歌詞にそのオノマトペが入ってるんですよ。1番だとさっき歌ったみたいに鐘を鳴らす音でリンリンリンっていう音が入っていたりして、でそういうねオノマトペがすごくいっぱい入っているクリスマスの、日本で作られた曲です。はい、なので日本の文化をね感じられるかなと思いますので、そのオノマトペがいっぱい入った曲、慌てんぼうのサンタクロースっていう曲がありますので、皆さんよかったら、日本語の勉強として聞いてみてください。はい。私なんかよりね、もっともっと上手な歌で聞いてください。はい。はい、ということで、雑談はこれぐらいにしまして、みずきです。チャンネル登録お願いします。今日はですね、私が一人で話すポッドキャストです。はい、なので今日も皆さん日本語をたくさん聞いて勉強していってください。はい、で、今日は何を話すかと言いますと、じゃじゃん、初めて九州に行ってきたよっていう話です。はい。はい、皆さん九州ってわかりますかね？ですね、日本の、南の方にある島です。はい。ここに北海道があって、本州があって、東京がありまして、で、愛知県とかあって、四国とかあって、で、その下に九州があるんですけど、九州は福岡県とか、長崎県とか、鹿児島県とか、はい、そういう県がある島になります。はい。で、私は今まで一回もその九州地方に行ったことがなかったんですよ。はい。で、そうずっと九州に行きたいなとか、その中の福岡県に行きたいなってずっとね、そう結構学生の頃から思っていました。はい。で、今度ね、私の誕生日ぐらいかな、3月ぐらいに福岡県に行く予定があるので、その時はまたねそれについて話そうかなと思うんですけど、そうそれが初めての九州になるかなと思ってたんですけど、その前になんと、ついこの間鹿児島県に行ってきました。はい、なので九州に初めて行っちゃいました。うん。はい。で、しかもですね、なんと、今回、聞いてびっくり。鹿児島県に日帰りで行きました。はい。一日も泊まらずに、もうその
1日だけでそこに行って帰ってくる旅行を日帰り旅行って言うんですけど、なんとですね、初めての九州が日帰りでした。はい鹿児島県行ってきました。はい。で、じゃあどうして鹿児島県に行くことになったのか、どうして日帰りで行ったのかっていう話なんですけど、はい。ですね、私が応援している女子バスケットボールチームがありまして、日本のチームなんですけど、はい。そのバスケットボールの試合が鹿児島県でありますよということで、そう、パートナーと一緒に話して、鹿児島県私ね、行ったことないし、行ってみたいし、そのチームもね、応援しに行きたいし、じゃあ、その日曜日だったんですけど、日曜日、行けるねってなって、よし、日帰りで行っちゃおうって思って行っちゃいました。はい。ね、でもね、日帰りだったんですけど、結構楽しめたんですよ。うん。はい、飛行機で行ったんですけど、行きが愛知県から鹿児島県までだいたい1時間半ぐらいで行けました。はい。で、帰りがもっと早くて、鹿児島から愛知まで1時間ぐらいで、そう、飛行機着きました。近いですよね。そう。なんで、私が茨城県に帰ろうと思うと、こう3時間ぐらい、まあね、新幹線と電車なんですけど、3時間ぐらいかかるので、それよりも鹿児島県、なんと早く着きました。はい、ということで、まあ一日の旅行だったんですけど、その鹿児島県でどういうことをしてきたかっていうのをちょっと話していこうかなと思います。はい。なんで、今日も iPad にメモをして、それを見ながら話していきますので、ちょっとね、目線が上下しますがお許しください。はい、それでは行ってみましょう。まずですね、朝4時に起きました。はい。そりゃそうですよね。1日だけで旅行に行くので、朝は早かったですね。朝4時に眠いな、眠いなってなりながら頑張って起きました。はい。楽しみのためにね。頑張って起きて、で、朝5時より少し前ぐらい、朝5時ぐらいに家を出発しました。はい。で、そうですね、6時半ぐらいに飛行機を出発して、なんで向こう、7時半とか8時とか、それぐらいに着きました。そうですね、8時ぐらいだったかな、8時ぐらいに着きました。はい。で、やっぱりね、鹿児島県も車があった方がね、あちこち移動するのに便利だなということで、その日も1日だけ車を借りました。はい。なので、空港に着いて、その予約していたレンタカー屋さんは空港から少し近かったんですけど、車で行かないといけなかったので、そのレンタカーの人が空港まで迎えに来てくださって、で、その大きい、なんだろうな、車じゃない、小さいバスみたいな、に乗って、レンタカー屋さんまで行って、で、その日借りる車を借りて、はい、そこから出発しました。はい。で、その後は、まずですね、鹿児島県で有名な山があります。桜島です。はい。桜島っていう山です。はい。なので、島というよりかは山です。はい。なんですけど、海に浮かんでるんですね。鹿児島湾にその山があるので、島みたいにも見えるし、桜島っていう山です。はい。で、この山は、珍しくて、ずっと、活火山って呼ばれていて、今も噴火が頻繁に起きている山です。はい。なので結構頻繁にですね、煙がそう山から見えるようなそういう山になっています。はい。で、そのね、景色が結構綺麗に見えるということで、その場所に行って、ね、写真を撮りました。はい。また載せられたらこちらに写真を載せておこうと思います。はい、見てください。はい。そしてその後はですね、まだお昼まで少し時間がありました。なので、お土産屋さんに行ってみました。はい。で、そこでですね、クッキーとかが有名でしたね。なのでこういうそうクッキーを買ったりとか、あとは和菓子が結構有名みたいで、こういうおまんじゅうかな、和菓子を買ったりとか、
あとは、これですね、カスタドンっていう、お菓子も有名だったので買いました。これはですね、なんか黄色っぽいふわふわした柔らかい、おまんじゅうなのかな、カステラ生地のふわふわした黄色い中に、カスタードクリームがたくさん入っているものになります。はい、これもね一つ食べたんですけど、すごく美味しかったです。はいね、はい。でその後お昼ご飯です。はいね、やっぱご飯の話してるとね楽しいですねはい。で、鹿児島県はですね、黒豚っていう豚肉が有名なんですよ。はい、本当に文字通り、普通のよくいる白っぽいピンクっぽい豚とは違って見た目が黒い豚です。はい、その豚肉、黒豚が有名なんですよ。鹿児島県の黒豚です。はい。で、ちょっと調べたんですけど、黒豚は、よくある普通の豚肉よりも柔らかい、そして甘い、そして脂の部分がですね、あんまりベタベタしてなくてさっぱりしている油ですと。はい。そして、火で焼いてもあまり水分が抜けにくいので、火で焼いてもジューシーですよっていう、そういう、いいことがあります。黒豚です。はい。で確かにね思ったんですけど、結構ねたくさん食べててもあんまり胃もたれしにくいなって思いました。はい。そう、柔らかくてジューシーなんですけど、あんまり脂っこくなくてさっぱりしてたので、たくさん食べてもそう胃もたれしなくて、すごく美味しい豚肉だなって思いました。はい、私は豚肉が好きなので、はい、嬉しいですね。はい。でお昼ご飯はその黒豚のとんかつを食べました。はい、有名なねとんかつ屋さんがあったんですけど、その黒豚のとんかつを食べて、はいね、やっぱりね甘くてすごい美味しかったです。はい。で、それを食べた後ですね、お昼過ぎぐらいからですね、午後から、はい、試合がありましたので、バスケットボールの試合を見に行きました。はい。ね、で私が応援しているチームは勝ちました。はい、やったよかったです。鹿児島まで行って応援したので勝ってくれて本当に良かったです。はい。で、そこでですね聞いてください。皆さんは推し活っていう言葉は知っていますでしょうか？聞いたことがありますか？なんかすごい好きな芸能人とか、すごい大好きなスポーツ選手とかをなんか応援することを推し活って言うんですけど、はい。で、その試合でですね、まずその好きなチームのメンバーがみんながねサインボールを投げてくれるんですよ。はい。でそのサインボール、一人の方からサインボールをもらってゲットしました。はい。っていうのと、で今回ねすごかったんですよ。はい。ファンサービスをファンサって言うんですけど、ファンサをねすごいもらっちゃいました。はい。でなんかそのコート、試合をするコートに近い席に座ってる人、近い席を予約した人の中から、本当に少しの人だけ椅子の裏にですね、写真会のなんかチケットみたいなのが貼ってあるんですよ。はい。で椅子の裏にそのカードが貼ってあった人、チケットじゃないですね、すいません、カードですね。その椅子の裏にそのカードが貼ってあった人は、試合が終わった後に、選手と写真を撮れる写真会に参加できるっていう権利をもらえるんですよ。はい。で、私の椅子の下何もありませんでした。はい。パートナーの椅子の下何もありませんでした。なんですけど、その、パートナーの隣に座っていたおじさんが当たってたんですよね。はい、当たってて、で、なんとその方はもう新幹線で試合が終わったらすぐに帰らないといけないから時間がないからって言って、その試合の後の写真会には参加できないからって言って、それをね私のパートナーにくれたんですよ。はい、どうぞって。ってねそんなことあるんだっていう、ラッキーですよね。はい。
で、その日の試合のチケット代お金を私は払ってなくて、そうパートナーが全部払ってくれていたので、それはもちろんね、行ってきていいよって言って、私は大丈夫だからって言って、はいね、っていう感じでやってたんですよ。なので試合終わって、じゃあ写真会行ってらっしゃいって言って、はい、私はトイレに行ってたんですけど、そしたらパートナーから電話がかかってきまして、なんかその一つのカードで2人まで来てもいいみたいだよって電話が来て、そうなのって言って急いで戻って、で私もなんと参加することができました。はい。そしてですね、私が応援しているチームの、一番応援している選手もその写真会にいて、もうね本当にそうかっこよくて、はい。で、一緒に写真を撮ってもらってみんなで、はい。で少しだけ話せる時間があったんですけど、その選手がせっかくいたので、いつも応援してます、大好きですって言って、はい、気持ちを伝えることができましたはい、すごいですよね。話せて写真も撮れたんですよ。はい、何の話だろうって思ってる方すいません。はい推し活です。はい。で、試合が終わりまして、で、実はですね、朝少し雨が降ってたんですね。朝少し雨が降ってて、で桜島の写真を撮ったんですけど、天気があんまり朝は良くなかったので、そうちょっとね雲が多かったんですよね。はい。なんですけど、試合終わって外に出たら晴れてたんですよ。そう雨も降ってないし、空も綺麗な空になっていて、そうすごい晴れていたので、と思って、なのでもう一回桜島が綺麗に見える場所に戻って、で、もう一度写真を撮りました。はい。なのでその時の方が綺麗な桜島の写真を撮れました。はい。そうですね。で、その後夜ご飯何を食べたでしょう。夜ご飯も黒豚食べました。はい。皆さんはしゃぶしゃぶって聞いたことありますか？しゃぶしゃぶっていうね、はい、日本で有名な料理があります。はい、しゃぶしゃぶは生のお肉を、はい、少し味がついたお湯かな、出汁が入ったお湯に肉をつけて、で、火が通ったらもうそのまま、すぐなんかポン酢とかにつけてもいいし、塩をかけてもいいし、そのまますぐ食べるっていうのがしゃぶしゃぶです。はい。でその夜ご飯は黒豚のしゃぶしゃぶを食べました。はい。お昼はね黒豚のとんかつを食べたんですけど、夜は黒豚のしゃぶしゃぶを食べました。はい。その時もですね、そう結構たくさんお肉食べたんですけど、あんまり胃もたれしなかったので、さすが黒豚。甘くて柔らかくてジューシーで、そしてあまり脂っこくない、めちゃめちゃ美味しい豚肉。はい、最高でした。はい、別にPR でも何でもないんですけどはい、なので皆さんももし鹿児島県に行ったら黒豚をぜひぜひ食べてみてください。とんかつとしゃぶしゃぶがおすすめです。はい。はい、という感じで、1日だけの旅行なので、それを食べて、早めにですね空港に戻りました。はい。で、その日ですね9時過ぎぐらいに飛行機が出発する予定だったんですけど、なんか少し何かのトラブル、到着が遅れていたみたいで、飛行機の出発が少し遅れました。はい。なのでそう結構ね待つところ椅子に座って待ってたんですけど、なんとその空港の待つ場所でですね、その私が応援しているバスケットボールチームの選手たちがいたんですよ。はい。はい。でそのチームが愛知県のチームなので、そう鹿児島で試合終わって、その選手の皆さんたちもその日に私たちと同じ日に愛知県に帰る予定だったみたいで、はい。もちろん飛行機はね違う飛行機だったんですけど、そう前後だったかな、その選手たちが乗る飛行機が先で、私たちの飛行機がその後で、どっちも時間が少し遅れていたので、たまたまはい会えたんです。はい。でそう私が一番応援している大好きな選手と、そう試合終わった後の写真会で少し話すことができたってさっき言ったじゃないですか。なので覚えてくださったんですよね。でその選手
が座ってる椅子の前を普通に通ったんですけど、そしたらその選手から手を振ってくれて、私たちにと思ってね、嬉しいですよね。そう手振ってくれてありがとうございますって言ってハートってしたらハートって返してくれて、もうねすごいびっくりするぐらいのファンサービスをもらってね、すごく幸せでしたはいという感じで、ファンサもたくさんもらえたし、美味しい食べ物もたくさん食べられたし、お土産も食べ物ですけど、お土産もたくさん買うことができたし、1日だけだったのにめちゃくちゃ幸せな鹿児島旅行になりました。本当に楽しかった。なんですけど、もちろんね、他に福岡県とか、行ってみたい九州の場所も他にたくさんあるので、またそれはね、今度行ってみたいなって思います。でもとりあえず鹿児島県おすすめです。黒豚食べてくださいねじゃあ今日はここまでにしようかなと思います。すいません、もしかしたらちょっと早く話してしまったかもしれないです。もし早すぎるなと思った方はスピードをゆっくりにしたり、字幕を見たりして聞いてみてください。皆さんはどうですか？鹿児島県行ったことがありますか？行ってみたくなりましたか？今日もですね、たくさんのコメントお待ちしております。それでは、いつも通り日本語のオンラインレッスンはプレプリとiTalkiでやってますので、少しでも私と日本語を話したいな、勉強したいなって思ってくださった方はぜひぜひレッスン来てください。それでは皆さん、今日もチャンネル登録、グッドボタン、コメントをたくさんよろしくお願いします。それでは今日も聞いてくださってありがとうございました。また次回お会いしましょう。またね。See you later. Bye bye.